空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、ちょっと待って、6月の19日木曜日、はい、ということで、今日も暑いですね。はい、また30度超えということらしいので、はい、まあ、ただね、やっぱり夜になると涼しいんで朝晩は涼しいということで、まだ夏本番ではないのかなと思います。はい、ということで、今日もですね、はい、リサイクルショップからお届けいたします。やることはいつもと一緒です。はい、ということで、今日はちょっと猫のゲージをちょっと掃除したいなと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人血。はい、おはようございます。ということで、ちょっとね、ハンモックが入荷したようでございますので、ちょっとこれね、組み立てていきたいと思います。よいしょよいしょ。これどのぐらいでかいんですかね。こんな感じですかね。どうなってんですかね、これね。よいしょ。ああ、こう立てるんですか。さすがにそのスペースはないかな。よいしょ。こういうことか。こういうこと？いや、違うね。いいんだね。こういうことだね。多分ね。それから開いて、ああ、なるほどね。そしてここで立てると。そういうことね。これを、よいしょ。こうして、よいしょ、なんか引っかかってますね。はい、取りましたね。こんな感じで。ああ、なるほど。そしてこれを引っ掛けるという感じですかね。こういう感じなんですかね。これいくらで売ろうとしてるんですか。5000円ですか。まあまあまあ。いいんじゃないですかね。はいはいはい。はい、ということで今日もモーニングルーティーンでございます。はい、今日はですね、真夏、キャンプにも最適、インテリアにもなるというね、はい、こちらランプ、これはもうつきませんというか、多分直せばつくと思うんですけど、今はつきません。はい、こちらもオイルランタン、サビサビのオイルランタン。それとこれね、置き時計、それとそろばん2つ、
それとこれ、スタンドランプっていうんですかね。はい、こちらを写真撮っていきたいと思います。はい、それじゃね、お皿全部洗い終わりましたんで、はい、もうまとめてね、金額入れて、売っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をね、メルカリの方にアップしていきたいと思います。はい、それでは、このボロボロの、キャットゲージ、ワンちゃんゲージ、はい、こちらを掃除していきたいと思います。はい、ということでね、今日はですね、こちら、さっぴさびのボロボロのキャットゲージっていうんですかね、ワンちゃんゲージっていうんですかね。こちらをね、掃除してきれいにしていこうと、いうふうに思っております。これね、なんつうんですかね、メッシュパネルっていうんですかね、ワイヤーメッシュっていうんですかね、よくわかりませんが、よくあるね、100均とかでも売ってるようなこう細いワイヤーが網目状に、組まれて、そして、パネル状になっているということでね、これはですね、屋外に置いとくとですね、やはり塗装が、剥がれてくるんですね。で、特にその十字になっている錆びついている部分ね、こちらから錆び始めまして、はい、塗装がボロボロ剥がれてくるという状況でございます。はい。で、こちらをね、どこまで復活できるか、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。それとね、実はツーラボを始めて、1年半ぐらいですかね。いや、去年の12月、一昨年の12月からだから、1年半ぐらいですかね。はい、フツラボ始まったわけでございますが、DIY しながら住居部分を作っていったり、いったわけでございますが、
その当時からね、木材とか、全部、壊した時もですね、釘を一本一本抜きまして、コンクリートを外った時もですね、コンクリの柄を破砕してですね、そして、採石にしてみたりですね、何かですね、まるでリサイクルを、私がですね、やるということが分かっていたというかね、予言できていたというかねなんかまるでそのようなですね、運命をたどっているのかなと思わせるようにですね、まさかリサイクルショップを始めるなんて夢にも思っておりませんでした。はい、ただね、やはり考え方は、使えるものは使おうと、そして、お金を出して捨ててお金を出して買うと、そういうね、矛盾、をなくしたいと、そして使えるものはですねリユースするということで、運命的にね、これをやる運命だったのかなと、そう思われます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。いやー、今日暑いですね。はい、まあ暑かったんでね、外で猫ちゃんゲージ、ワンちゃんゲージ、はい、こちらをね掃除して、まだやっぱサビサビなんでね、どこまで復活できるか、はい、ちょっと分かりません。ワイヤーゲージっていうんですかね、ワイヤーパネルっていうんですかね、はい、これはもうサビサビなんで、塗装がこうワイヤー状のものに塗装コーティングされてるんで、まずそれを全部取るべきか取らないべきかっていう問題もありますし、あと、結構細かいところ、こうワイヤーとワイヤーの継ぎ目とかね、はい、取れないんですよね。はい、ということでね、これをどう復活させていくかっていうのが、今後の課題となります。ということで、以上となります。これからね、午後、例の採石、破砕した採石ね、破砕した採石を、農家のおっちゃんのところに、運んで、行こうと思っておりますんで、皆さん、暑いですけれども、体調管理気をつけてください。はい、ということで以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人血。はい、それではね、採石、破砕した採石ね、はい、だいぶなくなったでしょう。なくなってはいないんですよ。実はここに置いてあるんですけど、はい、この採石をね、今日農家のおっちゃんのところに今から運びたいと思います。ということで、はい、ということでね、最後、暑い日中午後一番暑い時間ですけれどもね、はい、頑張って採石を軽トラに積み込みまして、はい、そして今から畑の方に向かってまいります。はい、これがまさにね、再利用再生採石ということでね、大満足でございます。はいはい、ちょっとねだいぶなんていうんですかね、放置してたんでね、心配ですけども、はい、こちらがねおっちゃんの畑、はい、ここのところがね雨が降るとぬかるんでしまうということで、はい、採石を引きまして、はい、そしておっちゃんの役に立てたなというふうに喜んでおる次第でございます。はい、こてらんねって言われました。はい、千葉の方言だそうでございます。こてらんね、わからない人は調べてみてください。ということで以上となります。ありがとうございました。